よっしゃデビューどうもじゃじゃあ今日行きましょうか。行きましょう。行きましょうか。はい。ちょっとね今日は沖縄バージョンでやっていきたいと思います。沖縄バージョン。沖縄バージョンやっていきます。いきますよ。はい。せーの。RC トーゴー。どうも。すみません。どうもじゃあラジコンどうもです。じゃあはい。お名前は。プラス D の代表兼メンバーのウエチンと申します。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いしよろます。しくお願いします。今回ね僕がちょっと急遽沖縄に来ることになって、でちょっと連絡の方を取らさせていただいて今回こういうのが実現したという風になっております。よろしくお願いします。ね。そうですね。まず今回ね沖縄に来て、沖縄のイメージって言いますと、はい。どういう風なのかなっていうのをちょっと僕考えたんですけども、やっぱり危険な毒を持つ蛇のハブはいと成人式のヤンキーはい。とあと国際通りの裏の方でにたむろってるちょっとチンピラっぽい人まあそれ冗談ですよ。冗談ですよ。すべて当たってるんで、まあ否定ははいマジで大丈夫です。否定してもらって全然いいですよ。いえいえ、それ以外にもっといいとこあるので。ああなるほどね。はい、全然あります。でちなみにウエチンさん、好きな女性のタイプは？顔が結構自分濃いんで、日本人じゃないですね。ちょっとアジア系が自分は好みだと思いますね。薄い顔が好きです。じゃあ頑張りましょうか。じゃあサーキットの方行ってみます。はい、と思いますね。はい、じゃあねこちらがプラス D さんのね入り口の方になっておりますんで、はい、早速潜入していきたいと思います。どうぞ。ぜひともよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうぞ。はい。すごいですね。多いですね。こんなにいっぱいいるんですが。そうですね。比較的週末はトレインメンバーはなるほど集まってますね。ね、本当に沖縄に僕想像してたよりも結構多くのドリフトやってる人がいるなっていうふうに思ったんですけれども、そうですね。実際何人ぐらいトータルでいるんですかね、沖縄には。今はもうだいぶ増えて、まあここだけではないんですけど、他のメンバーもいるので、50名ぐらい。50名もいるんですか、沖縄だけで。沖縄だけで。すごいですよね。まあやっぱり肉になってすごい増えたっていう感じ。そうですね。4区時代はやっぱりもう20名いかないぐらい。肉になってからもう本当にドーンと。へえ、なるほどなるほど。そうなんです。いや暑いですね。暑いです。実はですね、沖縄には一人有名人がいるんですよ。あ、有名な方がいるってことですね。はい。ただ最近メディアあまり出てこない。表に出てきてないんですね。はいはいはい。で、ラジコンをやめた説が流れてるらしくて、それは本土の方でそういう説が流れてる。そうです。まあその方をじゃあちょっと紹介したいなと思うんですけど、今日いるかな。おじさん、もう言っちゃってるけど、もういいか。おじさんっていう人なんですか？おじさんっていう人です。ハイサイおじさんですか？ハイサイおじさんはちょっと近いですね。ちょっと近いですけど、本当にいるのハイサイおじさんって？ハイサイおじさん多分いないと思います。はい。一応ここにハイサイおじさんのハイサイおじさんじゃないや。おじさんのちょっと残骸があるんですけど、これカバン？これカバンですよ。私物ですね。あ、私物。あ、開けて。これちょっとこれだ。じゃあちょっと顔色だけでも見せてあげたいので。あ、なるほどなるほど。いいですかね。はい。あ、おじさん。おじさん。ハブ。あ、ダメだよ。そうです。私がナックルおじさんです。はい、沖縄で有名なナックルおじさんなんですよね。よろしくお願いします。ちょっとマスクでね、イケメンな顔がなかなか見えないんですけど。そうですね。ちょっとモザイクをかけてもらえればこんな感じなんで。なかなか沖縄って感じですよね。そうです。よく言われます。僕最初見た時にイメージしたのが、シーサーなのかなみたいな。そうですね。よく歩くシーサーって言われてますね。守り神なんで。何を思ってるんですか？何をですか？沖縄県の女性ですよ。本当ですか？はい。
こういうねなんか野放しにしたなんか野獣だとかがいるんで、ああヤンキーばっかっすもんね。そうですね。もうこの人なんかもう特にヤンキーですからね。ああ守るという名目ではい、片っ端から俺のハブをみたいな感じ。そうですね。はい、私の毒をはい注入してやろうと。すいませんちょっと滑っちゃいました中黒井さん好きな女性のタイプは？好きな女性のタイプ、はいちょっと薄い顔の人が好きなんで。それさっきのパクリじゃないですか。誰？そうでしたっけ？芸能人ですか？芸能人で言うと、ガルガドット。ガルガドットさん、ワイルドスピードに出てた女の人？そう女の人。はいじゃあまず1人目紹介していきたいと思います。お名前お願いします。名前はケンジです。ケンジさん。はい。はいケンジさんの好きな女性のタイプは？木下ゆきなです。あはい。最近有名な木下ゆきな。あー今離婚しちゃっていろいろね、はいありますもんね。ちょっとチャンスですよね。チャンス。ね頑張りましょう。はい。じゃあマシンの方ちょっと紹介してもらいたいと思うんですけれども、マシンの方がこちらの方になりますね。はいじゃあこれマシンの方がオーバードーズのガルムですね。ガルムになりますよね。はいよく見ていきましょう。お金かかってますねこれ。まずフロントのこのアルミのバンパーですよね。はい。これにロアもアッパーもちゃんとオプションでもうアルミになってるんで、このサーボのはい、どうぞ。マウントもオプションがついてますね。はい。であとこれのバッテリーホルダーもアルミのオプションがついてて、フローティングモーターマウントにこのロアサスアームっていうところなんですよね。ラジコンを始めて間もないんですか？お肉取りはええまだ半年ぐらいですかね。ああなるほどなるほど、はい肉を始めて間もないんですけれども、はいすでにこの状態というところでなかなか気合い入ってますよね。そうですね。気合い入れて頑張ってます。ありがとうございます、はいありがとうございます。ちなみにプロポは7PX の方ですよね。はいボディがリバティオークのこれ何分でしたっけ？ロアシルエットバージョン 2？ バイト2かね。はい。ねこれかっこいいんですよね。このオーバーフェンダーがこういうふうにこのエアーがこういうふうに抜けるようになってるんでね。これね沖縄の田舎に置いとくと中からハブが出てくるっていうそうですねやつですよね。危ないですハブ危ないです僕ハブちょっとねちゃんと調べて噛まれると筋肉が溶けちゃうっていうのを聞いて、あれは本当危ないって聞いたんでっていう話ないんですよ。あんまハブに興味ないんで。すみません僕はすごいビビってたんですけどこのおじさんハブに興味がないっていうはい沖縄の女性の人はみんなここのハブしか興味がないそろそろ僕のチャンネルも潰れそうなんでよろしくお願いしますありがとうございます。はい、ありがとうございます。沖縄で、まず2人目の紹介に行きたいと思うんですけども、お名前はつくもでじゃあつくもくん好きな女性のタイプは？ちょっと清楚系というかそんな感じの方です。さっきから沖縄で好きな女性のタイプって聞くとみんなさっぱり系だとかおとなしいとか清楚って言うんですけども、そんなに荒いんですかこっちの女の人ってはいもう暴れ狂ってますか？はいそうですか。わかりました。いやちょっと突っ込んでもらっていいですよわかりました。じゃあつくもくんのマシンの方ね見ていきたいと思います。まずボディの方はこちらになりますね。さあこれはどこのボディ？これはアディクションのボディで、はい、中村直樹さんのはい2020年モデル、のなんか、限定モデルみたいな。へえこれすごい綺麗ですよね。あいえいえこの辺までとラップ塗装にしてって感じ？そうですね。ラップ塗装っていうよりはエンジンクリアを吹こうとしたんですけど、中身がケチっちゃったんでダマで飛んじゃったっていうここカット使
使っていいかも。大丈夫ですあ、すみません。ここに関してはただの失敗でせっかくごまかしてます。もう汗が出てダラダラ出てきちゃってもう完全ライブだとアウトのやつですよねこれ。もうダメで飛んだ瞬間意気消沈してたんで。なるほどなるほどなるほど。本当にいいねこれ。ありがとうございかます。っこいい。沖縄の人はさっきの何だったっけ？クモン？もうあ、ケンジさん。全然違う。全然違う。もうそうだけど、ボディとか上手だねみんな。やばいね。じゃあ中の方ねちょっとね見ていきたいと思うんですけれども、はい、開けてもらっていいですか？はい。やめてって言わなくていい？大丈夫です。大丈夫。ではこちらのマシンの方ね、ちょっとね見ていきたいと思うんですけれども、これは、ヨコモさんの YD2 の S かな？SX。はい、SX。はい。横の骨を取ってしまって、はいはい真ん中のバッテリーホルダーすら全部除去しちゃって、はいはい。バッテリーをできる限りちょっと後ろに寄せたいなっていうので、なるほどなるほど。なのでホルダー自体も両面テープで止めてるので、はいはいはい。いい状態ですね。そのなるべく後ろに寄せて重心をかけたいっていう。そうですね。トラクションとにかくこちらに欲しいなっていうところですよね。そうですね。ちょっとRR と比較してたんですけど、ちょっと比較というか迷ってたんですけど、ちょっと自分に RR は向いてなさそうだなと思ったので、なるべくその SX のギアボックスを利用して少し後ろにっていうのを考えて、じゃあこのマシンなんですけれども、オプションはそうなんです。まずレーブ D のサーボですよね。で V4 ジャイロ横の方についてて、モーターこれ 13.5？ はい、13.5 です。これどこのやつ？マッチモアのやつですね。マッチモアのエンデバーみたいなやつよね。そうですね。の 13.5 っていう。でアンプが？アンプはアキバンスのジャービス。ああなるほど。レフは何が入ってます？レフはボールデフ。ボールデフですか？ちょっと強めに締めてます。なるほど。ボールを入れてる理由っていうのは？理由はギアデフを試したんですけど、ちょっとなんか合わなかったので、なるほどなるほど。ボールに入れてちょっと固めにしてみようかな。なるほどね。ちなみにここプラス D さんで走る場合っていうのはリアっていうのは面当てですか？角当てですか？面当てですか？面の方が全然走る。そうです。沖縄にラジコンしに来る方はこのリアは面当てですというところになってますね。じゃあね、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ではじゃあ3人目の紹介の方をしたいと思うんですけれども、先ほどね施設の紹介の方に出ていただいたウエチンさん。はい、また登場しました。まただと思うんですよね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。結構爽やかな感じで。ありがとうございます。今爽やか風で。爽やか風ですか。これ今来てるのは沖縄のなんていうかりゆし社長という夏場は結構高いですかこれ？高い、高いんじゃないですかね。6000、8000円。本当ですか。3万円、4万円。僕今回JAL で来たんですけども、JAL で機内販売とかあるじゃないですか。1万5000円ぐらいのことで持ってましたよ。いいものはやっぱそれぐらいしますね。そんな高いんだ。高いです。で観光総裁用のシャツもある。本当ですか。すみません、僕ね、アロハシャツ、完全にアロハシャツとね、ミックスになってる。冠婚葬祭どちらでもいける。なるほどね。わかりました。ちょっとね、また一ついい勉強になっちゃいましたね。ありがとうございます。いえいえ。たまにはいいこと教えてくれますね。たまにはです。たまにはです。今日さっきやったばっかりですね。申し訳ないです。はい、じゃあ上地さんのマシンのね紹介の方したいと思います。お願いします。こちらの方ですね。まずボディの方がこれがエクシードさんのスープラですよね。そうですね。80スープラですね。80スープラ。これかっこいいです。結構お気に入りですね。はい。これは自分で塗ったんですか？いえ、ちょっと依頼してちょっと同じボディをデザイン合わせたんで。なるほどなるほど。特になんかそのデザインみんなで統一してるデザインがあるっていうのを聞いたんですけれども。そうですね。年に1回遠征に行くときにちょっとメンバーはボディちょっと合わせたいなっていうので。なるほど。毎年遠征はしてるんですか？行ってたんですけど、ちょっと今回は去年そうだね。今年はちょっとなるほどなるほどなるほど。来年またチャレンジに行こうかと思います。なるほどなるほど。はい。じゃあマシンの方でこのデザインの方が特に特徴的なのがこれですよね。はい。これはシーサーですね。シーサー。沖縄のこれは守り神になるんですかね、シーサーっていうのは。そうですね。これはこっちが口開いててこっちが口閉じてるんですか？違いました。どっちもガオーって言ってます。すみません、両方口開いてました。あれなんで片方
口が開いててもしくは閉まってるんですかね。え？加えるため？めちゃくちゃ言ってますよね。ちょっと映しちゃってくださいよ。加えるためとか言ってますよ、この人。沖縄の悪いおじさんですよね。どうとなった。そのままです。薬系シージャパワー。これ薬系 CG ジャパワーでどういう意味ですか？マジでやばい先輩っていう。薬系が厄介な厄介なシージャが先輩厄介な先輩パワーからのパワー圧力。厄介な先輩からの圧力。はい。薬系シージャパワー。はい。はい、皆さん元気ですよ。脂肪説流れてるの見たら全然生きてますよ。はい、じゃあ上地さんね、はい、マシンの中身の方ねちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい、これ実はですね、一つチャレンジしまして、森田君が SX3 を4時間弱で作ったってことだったんで、自分も目指したんですが、それで5時間かかりました。最新のやつですよね。はい。5時間ですか。5時間です。ちょっと勝てませんでした。もうやっぱり森田君すごいなっていう。森田君？彼はねラジコンばっかりやってるから。彼女募集コーナーをやってるんで復活したんですけど、前に動画で森田君が出てて1000いいねがついたら彼女募集コーナー復活だっていう風にやったら冗談半分でやってたんですけど、そしたら1000いいね超えちゃってあれ500だったっけな、1000だったっけ、500だったか1000だったか忘れるけど、これやらなあかんなっていうので、ちょっと女の子も募集してるんですけれども、ちょっと誰かね沖縄の子でも紹介していただけたらなみたいな。まあ、そうですね、まあ熟した40代から50代はいますけども、若い子はどうですかね。森田君はちょっと若いのが好きですね。若いのが、じゃあちょっと若いもん聞いてみて。崎原静香これマジで怒られるパターン。見てないよね、その人。大丈夫ですか？静香さんですか？静香さん多分大丈夫ですよね。僕のチャンネル基本見てるのは野郎ばっかりなのでまあ見せられないですね、私。わかりました。はい、もしね森田君の彼女になりたい女の子がいたらね、そうですね、ぜひともよろしくお願いいたします。沖縄も派遣をさせていただきます。はい、わかりました。森田君もいっぺん沖縄来るといいね。あ、来るんですか？いや、来ないよ。来ないです。びっくりした。はい、じゃあマシンの方ね、先ほど見てきたの前もねこういう風に紹介したんですけど、やっぱりこの最新の部品がね、いっぱいついてるんですよね。ここにこのバルクにこのストッパーに、あとこの上のアッパーデッキですよねがついて、板もこれ変わってるっていうことなんでね。そうですね、最新の SX3 のなるほどなるほど使用してますね。はい、モーターはちなみにはアブソルート1レーブ D の 10.5 で、10.5ですね。はい。先ほどの方が 13.5 だったんですけれども、上地さん 10.5 なんですけども、何ターンのモーターを使ってる方が多いですかね。平均 13.5 がやっぱ多いですね。13とかやっぱり扱いやすさも重視してるってことですかね。なんで 10.5 なんですかね。ちょっと自分ちょっとビンビン系が好きなんで、はい、それでもビンビンと行きたいなと。ちょっと崩しちゃってやめてください。なんか言いたそうなんで。常にあそこもビンビンですからね。バッグが全部いいとこ持ってかれたんで。しゃあないです。じゃあこのマシーンなんですけど乗ってみて、まず一言目で言うと、まあ卑怯なマシンだなと。ああ、なるほど。トラクションの稼ぎ方が。なるほどなるほど。まあかなりいい感じですか。まあ今ちょっとまだ探ってる状態ではあるんですけど、なるほどね、これからかな、まあおじさんからのレンジを受けながら。いつも師匠になるんですか？師匠というか口挟んでくるというか、ガミガミうるさいというか。わかりました。なんか伝えたいこととかあります？このマシン他に。そうですね。いや。まあ今自分もまだギアレフなので、まあ今後ボールレフに変更してとか、いろいろやってみていきたいんですけどもっていう感じですかね。まだ探って途中なので。そうですね。やっぱりいろんなものっていうのはいっぱい触らないと分かんないっていうのがね、ツボがあります。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次行きましょうか。はい。取っていいんですか？取っちゃっていいんですか？このフック外しちゃっていいんですか？それ後ろのフックですか？前タイプが好きですか？どっちが好きですか？後ろです。後ろですか？さあ次は4人目かな、多分。はい。さあ4人目。はい、4人目。いきたいと思うんですけれども、お名前は？まるちゃんです。
まるちゃんですね。あ、はい。まるちゃん好きな女性のタイプは？ガルガドットです。本当は深田恭子っすよ、俺。深田恭子、可愛いですよね。可愛いですよね。ね、結婚されてます？いやしてないです。独身です。独身で。はい、独身です。彼女募集中。いいね、1000件ください。いいですね。なんか面白いこと言ってください。あ、もう喋っていいですか？あ、どうも、まるちゃんです。彼女とデートするときとかはどこ行きたいですか？茶炭ですかね。茶炭ってどの辺でしたっけ？あ、ちょっとアメリカンビレッジ。あ、なるほどなるほど。いいですね。あの辺っていうのがその沖縄の人のデートスポットなんですかね。あ、そうですね。はい。まあ、あんまり意外と国際通り行かないです、沖縄の人。あ、そうなんだ。国際通りは飲み屋街なのかな。ちょっと裏の裏側の方。国際通り行かないっていうのは、まあどちらかっていうと観光すぎるっていう感じそうでかね。ですすね。観光客とかが多いので、えで沖縄地元の人だったらアメリカンビレッジとか、はい。まあ意外と美ら海に行きそうで行かないですね。ああ、美ら海？美ら海も、はい。あそこもあんまり行かないんですか？はい。意外と皆さん近場で過ごす。他に行く場所とか。三栄、ジャスコ、ジャスコ、はいはい。ユニオン。ユニオン、ユニオンって何ですか？沖縄の24時間空いてるスーパーがあるんですけど、ユニオン。ああ、はい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 。わかりました。了解。あと沖縄の三栄も、うん。総合デパートなんですけど、沖縄のシェアがすごい、沖縄の地元の企業で。なるほどなるほど。本当にね、こういう話っていうのはね、現地の方から聞かないと全然わかんないんで。まあ皆さん沖縄来たら三栄に行ったらそうですよね。何でも揃います。わかりました。了解です。じゃあ、まるちゃんのはい。マシンの方をちょっと見ていきたいと思いますね。このボディの方が、あれ、このボディ見たことないですよ。これがですね、ウクライナのメーカーさんが作ってる A プラスチックっていうところの BMW。これ A プラなんだ。はい。これ貼ってあるの外から。これは一体一体ですね。一体ものあになりますね。で、もともとこれフォーミュラリーとかではい。ユーロファイターっていう名前で出てる実写のボディににななるんですするんでね。はい。僕初めて見ましたこれ。あ、そうなんですか。うん。じゃあ中見ていきたいと思うんですけども。はいはい。はい。はい、行きましょう。はいこれ中身こちらの方になりますよね。さあ、これマシンの方が、はい。もともと風間さんから風本さんが出てた GPXR。あ、そうですね。それをまあドリパケベースなんですけど、はい今風にちょっとリメイクして今あ使ってますですね。なので、まあ、バッテリー位置とかもモーターがですね、うん。今の肉に合わせてアディクションさんのリアコンバージョンを、あ、これね、はい、これ3段階変えれますもんね。あ、そうですね、一番上にしてるんですね。そうですね、こっちの方がなんかバランスが良くて、はい。後ろだと振られるし、あー、なるほど。で、なるほまあ横もさんとかもここら辺にあるので、まだこれのここしかない場所っていうところがアディクションどなるほどねさんですね。。結構ここの軸に皆さん寄せたがる、そうですねはいそうするとやっぱりこういう形が好きな方っていうのが多いのかなっていうのはちょっと思いますよね。スライドがテールスライダーさんのやつだね。そうですね。ナックルはちなみにこれは GRK3 のナックルですね。次のナックル、を使ってます。サーボレーブ D、 AVD ですね。沖縄レーブ D 多いですね。なんかやっぱり一人が使っていいって言ったらみんなバーって早寄る感じですね。あ、ですごくいいです。やっぱレイブ D さんのあサーボなるほ、乗りやすいですね。基本誰がいいっていうとバーって広がるんですか？なはい。双葉さんいい、双葉さんいい。さあ沖ナックルお縄でかなりじさんがかなり影響力影響力あるんですよね。はちょっと悪いおじさんなんで。はい。モーターがこれが 13.5。い。13.5ですね。LRP の LRP。ちなみにギアはここは皆さんどのぐらいでやってますか10から12の間ぐらい？10から12。ぐらいですね。なるほどなるほど。まああとはモーターに合わせてはい。変えるって形で。わかりました。これプロポアップルポーですね。 KO の KO ですね。WR ですね。EX。これは今ちょっとまだ注文してないので、まだトリガーがないんですけど、今度はトリガーを使おうかなと思ったらスライドトリガーを。鳥がついてますよこれ。これ普通のやつですね。ああ、そういうことね。そうですあ、横にこういう横に、やつ。はい。あ、僕はねホビーショーで試しましたよ。あ、そうですか。ねどうでしやっぱやっぱ人間工学的に作ってあるっていう風に言ってたんで、いいのかなって僕は。まあまあね。そうですね。はい。
多分人間工学で考えられてると思うんで、多分あれいいと思います。自分はあとはジャイロも KGX で KGX、そうですね。慶応さんでまとめてる感じですね。なるほどなるほど。ありがとうございました。ありがとうございます。行きましょう。じゃあ、5人目紹介していきたいと、また次の方紹介していきたいと思うんですけれども、沖縄で一番若いラジドリをやってるお名前がカイト。お、カイト君。何歳7歳。 7歳。勉強好き？黙っちゃダメだな、そこで。カイト君、いつラジコン始めたの6歳。 ？6歳ぐらい。じゃあ1年ぐらいやってるっていうことですよね。なんでこれやりたくなったの？パパがやろうって言った？なんで見る？なんで見る？パパ好き？黙っちゃったの。じゃあマシンの方ね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、まずボディからですよね。ボディがこちらになります。これどこのメーカーのやつ？パンドラですね。パンドラのやつ？ライジン？ライジン？あ、かっこいいね。この車好き？ワイディが好きなんだ。緊張してるのかね。これ塗られたのは？私がお父さんが塗ったんですね。車のペンキです。あ、車のやつで？実写のやつ。実写のやつって簡単に噛みつきます？そうですね。一応プライマー？プライマーは逆に入れない方がいいかもしれないですね。あ、本当。ちょっとシューブつけると今度シューブの部分を動かしてしまう。ああ、なるほど。じゃあちょっと軽くこすってからフックとかする。でもないですね。ただ脱脂してそのまま吹いてっていう感じだ。ぶつかっても全然剥がれないですか？剥がれないです。剥がれないですか？実写用の塗料を実際に塗られてるっていうね、マシンになるんで。お父さん好きなタイプは？好きなタイプ。女性のタイプは？女性のタイプですか。岡田京子。あ、じゃあ中見ていきましょう。中見ていきましょう。はい、じゃあね、急遽カイト君のお父さんの方にバトンタッチしたんで、はい。ね、僕見下り班つけられちゃったんで、ちょっとお父さんと2人でやっていきたいと思います。マシンの方がですね、こちらの方になるんですけれども、はい、ヨコモさんの YD2 か EX2 ですね。EX2 ですか。これはもともと S だったんですよ。はいはいはい。プラの S からえ車体買って、え、うん。実は今日乗せ替えしました。朝。あ、朝はい。 S からこちらに変えたっていうことですか。シェイクダウンしていかがでした？まだセッティング途中なんですけど、ええ、まあ全然問題はなく。問題なく、いい感じで走りました。ですね。サーボレブ D 使ってますね。レブ D です。ジャイロが V4 ですね、ヨコモさんの。RPX2 ですよね。そうですね。ヨコモさんの最高峰のやつですね。これ結構うまい人いっぱい使ってるんだよね、この。モーターがこれは G4 スタンの 10.5、G4 スタンの 10.5 がついてるっていう風ですよね。はい。でも息子さんとやるっていうのは結構いいですよね。ですね。ね。大体息子さんやりたいって言ったらお父さんがチンチンになっちゃうパターンなんですけどね。です。お父さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。書いてくれますね。ありがとうございます。ありがとうございますね。はい、じゃあ6人目いきたいと思うんですけれども、お名前は熊野前です。熊野前さん、なんかめっちゃ臭いんですけど、今日はちょっと飲んでたみたいな。ちょっと飲んでる。ちょっとこっち。お姉ちゃんと悪い人ですよね。悪いですね。熊野前さん。沖縄で悪くなりました。沖縄で悪くなった。最高悪い人たちばっかりな。熊野前さん好きな女性のタイプは？あれですね。木下ゆきなんですね。もう僕タピオカに目がないんで。本当ですか。じゃあね、熊野前さんのマシンのをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、はい。これ先ほども出てきましたよね。A プラスチックの F22 ですね。F22。これちょっとここあんまりハブに噛まれたんですよ。ハブに噛まれてちょっと塗装なくなっちゃった。いや違います。間違えてこすりついちゃった。煙出ちゃう。熊野前さんだいぶガチになりましたよね。だいぶガチね。はい。ねこれちょっとコロナの影響で頑張って作れました。なるほどなるほど。実は熊野前さん元ラジコン統合の常連だったんですよ。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。こちらこそ、はい。ラジコン童貞を捨てた、はい、わかりました。店長で、ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっと飲んで、ちょっとハイになってますね。すみません。じゃあマシンの方中見ていきたいと思うんですけれども、はい。はい、こちらのマシンになりますね。これどこのシャーシーですか？これはテールスライド。あ、テールスライダー、めっちゃ広いですね、幅。これ厚みも3ミリ？3ミリです。 3ミリですよね、要は EX にこの板をつけたって感じですか？そうですね。EX というか、もともと E だったんで。はいはいはい、モーターこれどこのやつ？これ横も。あ、横もさんの R の方、何ですか？ T の方、 R です。 R の 13.5。これ僕の 10.5 です。あ、10.5？ はい。結構お金かかってますね。はい。もうトレンドを入れたらこうなりました。こうなりました。わかりました。熊野前さん、沖縄でどうですか、腕前の方は？でもやっぱ刺激になりますよね。この大地の方のこの作り方なんで、ボディも何にしろすごく刺激になる、勉強になります。なるほどなるほど。あれ？僕のこのマシンの特徴は、ノスがついてると思うんです。これどうしたんですか？いや、もう僕は常連としても常に恥じない行動をしようと思って今すぐ貼りましたこれでもうプロダクションはもうこれで貼っとけばもう、沖縄で一番早い。なるほど。だから接待大変ですね、いろいろ。そうなんです、はい、ありがとうございます。本当にね、久しぶりにね、僕対面したんで、本当に嬉しかったんですよ。本当に声かけていただいてね、まさか来てくれると思ってなかったので、ありがとうございます。これです。ありがとうございます。引退宣言をしないよ。じゃあ今回のね、沖縄ツアーの大トリなんですけれども、はい、行きましょうか。はい、行きましょう。ナックロイさんのね、マシンの方をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。期待してます。生きてます。はい、生きてます。僕ね、名前は聞いたことがあったんで、お名前はナックロイさんっていうのは、はい、ちょっとふざけた名前なんですけどね。そんなことないと思いますよ。そうですよね。ふざけてない。なんでナックルおじさんって言うんですか？まあ話せば長いんですけど、じゃあやめときましょう。いやじゃあね、ナックルおじさんのね、マシンの方ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、見ちゃってもいいですかね。まずボディの方からいきましょう。ちょっと汚いんですけど、すいません。これはご自分で作られたんですか？はい。メーカーはどこのですかね？こちらはアディクションさんの S15 ですね。これは自分で作ったの？はい、これ自分で作りました。これティーバッグですね。ああ、なるほど。突っ込んだ方がいいかな。いや、ティーバッグまあもろだなと思ったんで、なんて言ったらいいのかなって。いや、まあもろに困っちゃったんで。真面目なところは真面目で答えた方がいいですね。あ、ふざけてもらっていいですか？じゃあね、ナックロイさんがどのマシンを使っているかっていうのをちょっと中の方見ていきたいと思うんですけれども、じゃあ中の方はこちらの方になります。はい、じゃじゃーん。これは木下ゆきなの引退並みにびっくりですよね。そうですね、引退っていう、まあ、メールが入ってるんでね。さあ、これは横野さんの YD2 の、はい、EX2 なのかな。まあもともとは S だったんですけど、だんだんこう変えていくとこういう形になってしまった。なるほどなるほど。リアモーターのコンバになってますよね。結構後ろにしてますよね、位置が、モーターの位置が。そうですね。こっちも調子いい？こっちの方が調子いいですね。まあこの辺は好みも多分あると思うんですよね。横野さんの 10.5 のタイプ R の方を使っております。はい。で、あとここら辺がね、このアンプがちょっと隠れてるんですけども、これはホビーウィングの XR10 プロですね。はい。で、ここのアッパーのこの板はどこのやつですか？これは TN さんの商品です。でバッテリーを後ろに寄せたくて、このパーツを使わせてもらってます。上の方に。はい。
これ僕見た時ねすごいかっこいいなと思ったのがね、やっぱりこの辺の配線がねなんかエンジンっぽいっていうか、はい、配線嫌いなんですよ。できるだけ配線目立たなくしたいんで。あなのでこの辺の配線とかも実はこの中に入っちゃってるんですね。あ、本当だ。配線中にはい通ってるの見えますかね。はい。はい。ナックルはナックルはレーブ D さんの。レーブ D さんのはいやつ。レーブ D さんのやつどうつけて？ですね、その穴が正直少ないんですよね。そうですよね。なので迷わなくて済むと。あ、決め打ちできるっていうことですよね。はい。それとあと、どっちが先だったか忘れたんですけど、このサーボとレーブ D さんのナックル、はい。でそのなんていうんだろう、よく戦闘力が上がるんじゃないかなと。ああ、なるほどなるほど。ナックルのもともとこれ遅いって言われてるじゃないですか。あ、はいはい。なのでナックルのこのパイロット側って結構短めなんですね。はい。でスピードをここで上げてるっていう方向になってると思います。なるほどなるほど。さすがナックルおじさん。いやいや説明が素晴らしい。はい、もう長くなります。ナックル語らすと。じゃあ聞かないことにします。はい、いやいや、もうぜひ聞かないでください。聞かないでください。すみません、いつもこんなノリでばっかやってるんですけど。本当ね、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。皆さんね、沖縄本当にラジオでやってる人いっぱいいると思うんで、もし沖縄に来たらこちらのプラス D さんの方にですね、ぜひとも遊びに来てください。はい、場所の方はですね来てく、健康センターでしたけども、サウナでしたっ沖縄健康サウナ。け？健康サウナ。はい。の2階になるんで、Google マップで検索してください。あとはラジコン統合を見て来たっていうお客様には総工費を、無料しますので。そういいっすよ。それまずくない？いいっすだよ。ってさ、みんなで運営してるんでしょ。いいっす。なんとかします。いやいやなんとか黙らせます。やっぱり例えば遠くから来てくれた人も、お金は払いたいと思って絶対来ると思うんで、いや、遠くから来るからこそ、こう安くしてあげたいっていう。でもただ今なかなか来れるところじゃないんで。ああ、そうですよね。そうそうそう。でも気持ち逆に、その向こうから来るよって言ってもらうと、逆にお客さん集まる。あ、なるほどなるほど、わかりました。すごい言葉も飛び出したと思うんですけれども、まあ気持ちは気持ちと受け取ってもらって、払いたい方はぜひともここの国の沖縄のためのお金を払っていただいて、あと来る前には必ず予告の方をね、誰かに入れていただきたいですよね。はい。やっぱりそうやって例えば日本のね、内地の方からこちらの方に来るっていう風になると、やっぱりこちらの人もね、はい。やっぱり楽しく走れますからね。できるだけ来てもらったお客さんには楽しんでもらいたいので、できるだけもうメンバー集めて、おもてなししたいなと考えてますので、本当にはい、よろしくお願いします。めちゃくちゃいい人いっぱいいますね、沖縄。これで僕も安心ですね。ちょっと国際通りで絡まれた時にちょっと連絡しますんで。あ、わかりました。よろしくお願いします。大金持ってる時は私に電話してください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、あとね、皆さんの熱い走りの方もちょっと撮っていきたいと思いますので、はい、ぜひご覧になってください。出します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。